すみません、よろしくお願いいたします。もうちょっと前立っていただいて、この辺まで来ても大丈夫です。タイトルマッチ見た？見ましたよ。はい。感想今の USC はきっと次のスター選手を求めてるというか、チャンピオンが今どれも魅力的じゃないし、どの階級もマッチメーカーもう最初に食いついてきたのは甲斐のスタイル。やっぱり MMA という競技の中でも打撃で押せる選手、それとミクルも含めて朝倉兄弟っていうのがブランドとして UFC が今触るにふさわしいものだし、ライジンでベルトを巻いてるチャンピオン、彼らはそこはちゃんとリスペクトもあったし、すげえショックだったとか悲しかったっていうそういう気持ちはなかった。これは酷な言い方かもしれないけど、ここで夢を達成しちゃったらそこで終わりじゃん。甲斐にとってもだし、日本の格闘技にとってもまだ一つの未来。アメリカのファンも今回が甲斐が戦うことでライジンに対しての認知度がすごく、プレゼンスはすごい上がったんだ。そこで言うと強い選手、フライ級にいますね。今堀口教授だよね。堀口教授と扇久保ですよ。最強のメイドインジャパンもいるしね、パントージャに勝ってる扇久保もいるし。タイトルマッチも解説されて、はい、見てました。はい、パントージャ強かったなっていうのと、なんて言えばいいんだろう、悔しい気持ちがありましたね。こう見てて、はい、そこに立ててない自分がいたのが悔しかったです。はい。大きく元パントでは、まだ俺の方が強いかな。はい、やりたいですね。はい。やりたい。やりたいですよね。はい。堀口とパントでだったらどっちすると？いや、試合になったら分かんないですね。どうかな。でも堀口選手の方が強いかなと思いますけど。はい。感想こういう結果だろうなって思ってたよりも、正直言って、打撃出してなかったなとかっていうか、硬かったなと思いますね、甲斐君が。ちょっと舞い上がっちゃってたんじゃないかなって思いましたね。はい。やっぱり感情を入れていいことないんで、もう本当にやることをやる。だからパントージャがそれをやったっすよね。だから勝ったっていう。どっち強いの？パントージャと。それは俺でしょ。はい。もちろん試合なんでね、分かんないですけど、いやもうあれです、笑い合って俺がお前ぶっ飛ばしてやるかなみたいなそんな感じです。そうなったらジムはどうなの？ジムでは広いんで、ヘッドコーチとかも違うんで、ATT 選手めっちゃいるんで、そんな腐るほどやってるんで、同門対決なんで。フライ級での次なるステージ、 UFC との交渉が難航、そんな情報も聞こえてきます。需要と供給の曲線が交わらないフラストレーションを感じながらも、とにかく勝たないとこの先の夢も見られない。甲斐君があそこの舞台に立ったことで、より俺にとっていい方向に進んだなっていう、こう閉ざされてた扉が開いた感じがしたなっていう。変わってないですね。やってることも変わってないし、毎日同じことをコツコツとやってるだけですね。変わったことは何ですか？変わったことはやっぱり嫁さんができた、守るものができたってことですかね。
ロイもいるし、はい、川村夏樹さんどうですか？どうですか？天才です。やっぱりもう何でもできる。もうマネージメントもできるし、人に気遣いもできるし、俺は人を褒めることあんましないんですよ。でも俺が天才だなって思うってことはガチっす。ライジンフライ級タイトルマッチ、堀口恭司 VS エンガジムロズールーライジン MMA ルールフライ級57キロ契約。エンカジムーロズールライジン初参戦ということになりました。いやズールーでも本当いい選手ですよ。あの階級ではなかなかいないでかさ。あとはそうですね、打撃の精度も高いし、本当一つのミスで負けるんで、そんな甘い試合じゃないなと思ってます。ライジンが世界最強のベルトだと思わせて UFC のチャンピオンがベルトを置いてライジンのタイトルに挑むっていうような世界にしたいと思ってる、本音で。前階級は無理かもしれない。俺たちがその思いを持たなかったら嘘じゃん。もう来年とかはフライ級のグランプリとかをぶち上げる方向に向けて、もう一回やつらが堀口選手にオファーをしたくなるような実績を今こそ上げて積み上げるチャンスが来たんじゃないかなと思って。お前の出番だよ。名声が欲しいとか、もちろんお金は欲しいですけど、そういうことよりも俺ならできるんだぞっていうのを見せたいんですよね。なんか日本の人って俺はできないとか、なんかそう思い込んでる人がすごい多いと思うんですよ。だからそういう人たちにも夢見せたいなっていう部分はありますよね。はい。で俺は USC に挑戦したいなっていうのもあるし、USC とコラボするっていう話も、うまくやっていけるかもしれないみたいな。世界一取るのもそうだし、やっぱり全体的な業界的なメジャーにするっていうか、そこも自分の仕事かなと思って。防衛戦、大晦日やりたいですね。直樹が怪我しちゃったんで残念ながらね。元谷と今回直樹でタイトルマッチ組んでももう想定内だし、だったら秋元と元谷の次期挑戦権をかけた戦いの方がヒリヒリするなっていう、元谷がよく受けてくれたなと思ってるけど、やっぱ井上選手に物足りないんじゃないかっていう声もあるんで、ここいい勝ち方してちょっとでも幻想じゃないですけど作れたらなとは思ってます。なるほどね、分かってきたね元谷は。そうですね、寝技でもやれる気もしないし、打撃だったらレベル違うぐらい多分自分の方がうまいと思うんで、問題なく勝てるかなと思ってます。ライジンが秋元選手激推しなんで、多分自分を餌に次に登らしたいっていうのが見えます。本当に2人ともすごい展開作る選手だと思うんで、すごい個人的にも楽しみにしてますし、元谷選手、秋元選手の勝った方と来年
初めの方の試合でタイトルマッチベルトをかけてやりましょう。10年というか、出てますけど勝ったり負けたりですけど、でも純粋にこのライジンが10年こんだけ続いてることが嬉しいです。大晦日にたくさん集まってくれてありがとうございます。また頑張ります。苦節10年、今のポジションを下がることなくトップ戦線でバンタム級でやり続けてるっていうのは大したもんですよ。こんな続くと思ってないのと、自分もここまでしてるとは思わなかったです。ライジン始まった頃じゃ想像できなかったというか。そう考えると一番上の子がもう9っすね。9歳っすね。ライジン出て生まれたかそのぐらいっすねの前後でライジンに育ててもらいました。おボーナスも当たった。今気づいた。なし。ボーナスなしや。なんか負けた感じになったけど勝ったからちょっとごめんや。ボーナス出た。出ました。ユニバ行きました。好きなことは全部やらせてあげたいなというか。ママすごい嫌だね。早いやろ。早すぎやね。トマもっと早くせんでいいか。あら。勝ったり負けたりですけど、こっから上がっていきたいですね。秋元選手って10年前か。地元のサッカーチームでサッカーしてました。その頃の夢はプロ選手で、はい。強いっていう字にまっすぐ生きてほしかったので、本当名前の通りです。本当に何やらしてもちょっとどんくさくて不器用だったんですよ、幼い頃は。幼稚園の頃とかもう踊りもダメだったよね。もうみんなよりもワンテンポ遅れちゃうようなこうなるとは正直小さい頃から考えるともう想像もつかなかったですね。ママって呼んでるんですか。ママ全然呼んでないですよ。ママ全然呼んでないですよ。ママミカこれは言ってるな。言ってないですよ。あ、入った。ボディ入りました。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません。お父さんもともと格闘技好きだったんですよね。ショードルと日本人では山本キッド。冬の時代来たじゃないですか、格闘技って。はい。ライジンできた時ってどう思いました。楽しみがまた来たかなっていう。本当ですか。はい。朝倉兄弟がサリシライジンに爆誕したグーンジ。旗色いいのは秋元ですよね。そうでリード来た。そしてワンツー、左のストレート右のジャブです。スパン短いかなとも思ったんですけど、それこそ甲斐さんも黒さんも波に乗った時にこう行き切ってたんで、普通の人たちが考えるその先を一歩突き抜けていけたらスーパースターになれる可能性あるよっていう話をして。とんでもないやつが現れた。とんでもない18歳、その名は秋元京馬。あそこに立ってることがもう感動でした。いや僕正直泣きました。やっぱ家にいる京馬とリングの上に立つ京馬って全然違うので、緊張しかないですよね。もう心配で心配でもうしょうがないです。正直親の気持ちとしては勝ち負けよりも本当に怪我だけしないでほしいっていう方が強いので頑張ります。
あとちょっとですからね、ベルトまで。もうそうです、ベルト1回は持たせてあげたいなとは思うんです。自分と本谷選手の試合が多分一番、注目されてると自分では思ってるんで。18歳であの完成度が今までにいない選手なんですごいなと思ってます。ぶっちゃけ年齢も年齢なんであんま急激に変わるってことはないし、癖もいざ試合ってなると出ちゃうと思うんで。本谷選手はもうタイトル挑戦権を得てるぐらい成績積んできてると思いますし、やったの4年前とかですからね。IDT 行って練習したりしてますし、その時とは全然違う展開にはなると思いますけど、秋元選手はなんかそんなにそこまで実績のある選手とやってないのにどうなのかなっていうのは思いますけど、予想は本谷選手ですかね。やるんじゃないですかね。結構大事なところで本谷選手を落としたりするじゃないですか。それがちょっと怖いですよね。グラップラーにはまだ勝てないみたいな声が多いんで、こう勝って俺は本物なんだぞっていうのを証明したいです。しっかりいい勝ち方すれば、じゃあ次挑戦しても文句ないんじゃないかとか、そういう声が出ればいいなと思ってます。なんと先日庄司選手からノックアウト勝利を奪った芦澤龍成選手が福田選手の対戦相手としてマッチアップされました。福田選手を指名しました。むっちゃ強いですよ。はい、一番いけてると思うんです。自分の力試して。ディープの王者なんで。もちろんです、もちろんです。関係ないでしょ、そんなの。ブレイディングダウンの選手と対抗戦やってほしいって言ったら、トラッシュトークでできるの俺しかいないからみたいなこと言ったけど、なめんなよって。俺も普通に怒ったっすね。でそれで福田いいじゃないですか、福田でやらせてくださいよって言ったら、おおっつっていいねってなって、てかおいこれ喧嘩すんのお前。まだ戦う舞台ではありません。勝てるやっても俺が面白くないじゃないですか。だから一発目も太田忍選んでるわけじゃないですか。もう入りましたね。一本がそうなるか。太田忍戦の前の1ヶ月半前に靭帯切ってるんで、はい、それみんな出れないじゃないですか。別にみんな試合しないけど、俺は穴切るわけにはいかないからしたんですけど、だから気持ち的にもこうイライラしたんですよ、あの時は。やりたいのに練習できないとか、それがあってから多分今がいいんですよね。 OK、 もうおしまい、もう大丈夫だ。 OK、 ありがとう。怪我も治って好きな練習を好きな時にできるってなった時に喜び感じてるっすね。中途半端にいろいろやってたから今まで結果が出なかったけど、戦いたいんだったら戦うために何すんのって話なんで、その意味が分かってきたっすね。庄司戦の時だって庄司選手が勝つのこういうのが多かったし、別に何とも思わない。だってみんな俺の実力を分かってないんだもん。みんな俺練習してないと思ったでしょ。見せないところでバチバチ練習してるから。はい、このまま俺は上まで目指すぞ。ピース。遊びとかよりかはもう格闘技が一番面白かった。もう分かったっす、やるだけです。今までやってなさすぎただけ。成長できてる時期だから、ここで別に遊び行くより練習してる方が気持ちいいです。庄司戦から倒し方がもっと分かってきた感じするし、間合いの取り方とか、キックボクサーの打撃が強いんじゃなくて俺の打撃がより MMA に向いてたっす。今考えてみると間が大事なんですよ。どっかで隙が生まれるから、その隙を冷静に待つだけ。一発待ってれば絶対勝てるっていう話ですね。
イージーっすね。むしろやってくれないと思ってましたね。後楽園来たらって思いましたね。やりたいんやったらって。挑戦したい選手っていっぱいこういると思うんですよね。結局これしかやってきてへんので、ほんま地方の端っこからずっと戦いまくって今ここにいる人間なんで。強さでね証明するしかないからずっと来てるです。ほんまに来てるです。13年ぐらいずっと戦ってっから。格闘技中毒みたいな。俺とはまた違うですよね。俺はもうぶち殺せるバイブス持ってるんで、ぶち殺したりしてないでしょって話です。スポーツじゃん。キックルールじゃないんやって思って、MMA でやって大丈夫なんていう、単純にそこは感じましたけど、リープのチャンピオンっていうちゃんとそれにふさわしい試合を見せたいなと思いますけどね。一番俺やりやすい相手ですよ、むしろ。試合も何試合も見ましたけど、癖もそうだし、一番俺のことやりにくいと思いますよ。今回はそれも分かった上で福田選手を選んでますからね。無傷になったんで次の日から練習しますからね。前の試合よりかもいい動きできるのはもう明らかに見えてるんですね。みんな俺のアップセットが見たいだけですから。はい、OK です。ありがとうございました。この2人の試合、皆さんおそらくフィニッシュで終わるはずです。若手選手の発掘プロジェクト実施することを決めました。タイトルはライジン甲子園。優勝した選手にはライジンとのマネージメント契約、今年の大晦日で決勝トーナメント勝ち抜いた2人が戦うと。レベル高かったです。ベスト8残った2人は多分本当にレベル高いと思うので非常に楽しみです。突っ込んでいきました。やっぱり来ないですね。横内がまずは中に入っていきます。バックを取って持ち上げて玉つける。大晦日への切符をつかみ取ったのは横内3号です。相手を落としていった。この現状のバウンド。誰も走るんだ。斉藤健信が浦田陸斗を破って大晦日への切符をつかみ取りました。決勝戦、横内3号選手、斉藤健信選手が上がります。試合前は、ちょくちょく来て武田神社挨拶して、そしたら毎回勝ってます。ホーランバスチームの横内おにぎりくんです。本名は横内三王です。18歳です。ラスト10秒。10秒握りましょう。見ててくれれば分かりますよ、大晦日。久保田コーチ、師匠がいるんですけど、で、おにぎりみたいに丸いなとか言われて、その時太ってて。おっと、まずはカウンターです。
そして今組んでいきます。すごく注目の選手なんじゃないかなと思います。外掛けテイクダウン、右のパンチ思いっきり打っていきます。将来の夢はもうとにかく上ライジンでチャンピオンベルトを取ってで僕が一番強いっていうのを見せたいと思っています。おにぎり君は今まで会った人の中であんまりいないタイプなので普通の人と同じようなことができないというかこういう一点突破なタイプなので。喧嘩っ早い性格でラグビーやったんですけどイラついたらハイタックルとかもうラリーハットみたいな感じでしちゃっててでお母さんに怒られて先輩たちがいなくなって強い人がいなくてそこの学校にそうです柔道しに行ったのに他の学校にずっと出稽古行ってたんでなぜ僕この学校に来たんだろうと思ってしまってやっぱ MMA が好きだったんで、自分の決めた道で頑張りたいと思ってやめて地元戻ってきて後戻りできない状況を自分で作って格闘技をもう全力でやったみたいな感じですね。はいお金そうですねお父さんがしてくれて退学する前ぐらいに離婚しちゃってそうですお父さんとおじいちゃんと一緒に住んでてで妹とお母さんがまた別で住んでるんですけど、お父さんも全力で応援してくれてでお母さんも全力で応援してくれていろんな人の支えがなかったらここまで僕続けられてないんでよしじゃあ握るぞ大阪絶対逃げるぞお父さんとかさ当日って会場来ますいいとこ両親に見せて再婚してほしいです自慢の息子になりたいです最初ここまでいけると思ってなかったんで嬉しいですねやっぱり横浜総学館1年生の斉藤健信です。よろしくお願いします。第一目標はライジンでチャンピオンになることです。堀口恭司選手と同じベルトを巻きたいですね。赤いリストカラーが斉藤健信。今日のトーナメントを迎える前の第2回トライアウトまでなんですが、ブリッジしていく斉藤。さあここで斉藤がトップを取り返すになっていく。赤斉藤健信です。斉藤健信左ストレート。斉藤健信が浦田陸斗を破って柔道スタイルって感じなんで、空手道で倒したいと思います。小さい頃なんですけど極真空手の時に世界大会2連覇しました。格闘技界もやんちゃな子たちも多い中で学校生活しっかり送りながら部活動しっかりやりながらここまで勝ち進めたっていうのはすごくいい流れなんじゃないかな。人格者であり競技者であり、そういったところで模範となれるような選手になってほしいなと思います。てっぺん取ってきます。来た時からもうだいぶセンスはあったんで、それでも、この前のトーナメントで実際あそこまで行くっていうのは僕もびっくりしていて、戦いながら本当に強くなっていってるのがすごく分かったので。毎日行ってらっしゃるんですか？
ママが送り迎えは私が電車なり何なり乗り継いだりしていると来るまでに時間がかかってしまってもう次の行動にすぐ移せないので、もちろん勝ってほしいのはもう当然の話なんですけど、怪我なく笑っていければいいですね。仕掛けろ仕掛けろ、そうだ、誰だろうな。自分が思ってるのは周りの人に感謝することで、それが一番大事だと思ってるんで、それが一番エネルギーになるかなと思ってるんで。学校通ってる選手とかと僕は違う生活を送っていて、格闘技に全振りなんで斉藤選手リスペクトして握っちゃいたいと思います。 MMA ってなんか盛り上げてなんぼじゃないですか。本当にそれなんでやっぱり一番は盛り上げて会場を沸かせます。